男女フルで来てくれはりますね。バイバイ。ありがとう。ほとんど毎日。枚方一美味しいパン屋さん。お母さんのところのパンをいつも頂戴してます。頑張ってね。いってらっしゃい。ありがとうございます。着替えてきます。パスタの量がはい。すごいです。そうなんですよね。まあ一番売れ筋ですよね。何個ぐらい焼かれるんですか。多い100ちょっととか120ぐらいなんですかね。食パンは何種類かあるんですか。まあこの天然酵母にくるみとレーズンと混ぜてんのも合わすと常時出てるやつが、5種類ですかね。たまに変則で違うの焼いたりもします。気分です。大体100種類ぐらいは作ってはいますからね。一個一個のパンの量が多いわけじゃなくて、量少ない分種類は結構取るかなっていう感じですね。なんか昔は1個のパンをなんか10個とか20個とかよう作ってたりはしてたんですけど、お客さんにとっては1個は1個ですからね。でも店主さんが作られてるんですか。あ、そうですね。僕がこれは作ってます。なんかもうものによってはおかんが仕込んだりするやつもあれば、僕が作ったりするやつもフィーリングに関してはありますね。
から3年間保育士をしてまして、パン食べるのがもともと好きやったんで、食べ歩きをしてる時にその中でお客さんの考えたパンを商品化してあげますっていう企画をしてる素晴らしいパン屋さんがあったんですよね。どうしても自分のこの考えたパンが採用されたくて850通来てたんですかね。そのうちの50通僕やったんですけどね。そのうちの50通僕やったんですけど、そっから一つだけ採用してもらえて、なんか雑なあんな絵のパンをもうそのまんま現物で出てきたんですよね。ものすごいその時は感動して、今度はこのパンを自分で作れるようになりたいなと思って、でパン屋さんになろうと思ったんですけど、今年の9月で5周年かなになるんで、今で 4.8 ヶ月ぐらいですね。はい。これだけの量のはい。パンのメニュー開発みたいなのってどうされてるんですか？あとほんまにそれこそお客さんがこんなん作ってほしいっていうパンのリクエスト、自分自身がね前それこそねアイディアパンで募集してて、それに採用されて、嬉しかったっていうのもあるんで、そのお客さんからねこんなん作ってほしい、あんなん作ってほしいっていうリクエストに関しては極力答えていきたいなみたいな。いかがでしょうか。新しいのを増やしても減るわけじゃないですね。そうなんですよ。それでようおかんに怒られるんですよ。置く場所がないと、もうパンのね。ほんまにもうパン置く場所ないですね。店に。どうぞ。お疲れ様。おはようございます。ありがとう。どうぞ。これ寒いやろ。大丈夫？お茶と。
どうぞどうぞ食べてください。お腹ふくよ。買ってきてくれる。あ、いえ食べてね、ほんまにほんまに。ありがとうございます。いつも食べはるから一緒に食べてよ。これが朝ごはんですか？朝なんかな。そうですね、まあ朝ですね、大体ね。なんか僕らそのまとまってご飯食べるっていう時間がないんですよ。大体もう食べながらみたいな感じになってるのも何ご飯か分かんないですよ。早くね、今日な。ありがとうございます。朝に下に行けはると。あの人山下さんじゃないの？そうやろ。あともう一人も。あの子でだよ。S の。そうなんですよ。と思って一応2個キープしてる。お母様は何を担当されるんですか？何も担当してないですよ。なんかもう白だしとか、あと袋詰めとか、あともうレジに全力。それだけ。こうなんか仕上げとかしてあげたいんですけど、したら昭和っぽいからやめろって言われるんですよ。おいよ。作ってもらう、ラーメン作ってもらうところがね、ありがたいことするところがこう。なんか仕込み中とか営業中とかお母様と結構話されるんですかね。あんま喋れないですかね。喋る時には喋りますけども、休み明けはよく喋りますね。なんか休みの間のネタがあるんで喋りますけど、もうそっからはもうほぼほぼ大体ずっと一緒にいるんでね、そんななんか話すこともないというか。よし、オッケー。これは商品サンプル。商品。サンプルですかこれ？めちゃくちゃ本物に見えますこれ。9割ぐらいはな持ってきはるレジにみんな。これはね、
しようと思ってて、でレジでいくつって注文してもらうんですよ。いやいやこんなんほんまにうまい人のやつ見たら。うん。だからデカ盛りやん。座りながら入れます。僕自身がパン屋さんに勤めに行って1年目の時に初めて作れるようになったんがカヌレなんですよ、まあ、パンじゃないんですけどね。なんかそこで初めてなんか自分一人で仕込みからこう焼き上がりまでをなんかその向こうのオーナーさんに教えてもらったんがカヌレやって、なんかちょっとまあ思い出の品っちゃ品かもしれないですね。どこエリアとかこれは明太子クリームです。これ自家製なんですか？これ自家製ですね。明太子からはさすがに作ってないですけどね。ああ、さすがに明太子からは作ってないですけど。魚育てる。うん、魚釣ってくるところから始めたんですけど。基本的には全部手作りではしてます。これ聞いてよ。泣いてもらってるけど、どう考えて。結構フランスパンの生地って繊細でシンプルなこういう配合ほどなんかその生地の管理力で味が変わってくるというか難しいですよね。なんかほんま繊細なんですよね。で、今またそこの社長もする。こうエピソードが起こって、でそれを一つの物語みたいにして、それとかいろいろそのずっとやってたんですよ。でそのここ東京の方で10年ぐらい単身
身で向こうでお仕事したんですよ。パン屋さんをねすごいやるって言って修行はしてたんですけど、でいきなりやるって言い出して、でもうそろそろお店できるって言って、まあ、お金も食べはってやるって言うから、それほどパン好きなんで、でいやもうほなお母さん手伝いに行くわって「いや混んでええ」って言ってたんですけど、無理やり押しかけてきました。来るなって言われたけど、小さい時から旅行に行こうがどこ行こうが結構パン屋さん巡りの方が多かったので、多分その影響をこの人一番受けたんでしょうね。これでやるっていうから「いやラッキー」みたいな「パン屋さんしたいしたい」みたいな押しかけてきました。ラッキー。へいはいはい、飲み飲み飲み。すいません、ありがとうございます。休憩。僕飲めないんですよ。それだけ飲みに来るお客さんやるからコーヒーだけ飲みに来る人やるやんな。コーヒーだけ。あげるわ。そうか見てから来てくれ。ちょっと。水曜日ワイド。おばちゃんおしっぱんって書いてあると思うんだけど、ポップに。吹き出しでな。せやで。じゃほんまに美味しいの。なんで90歳のおじいちゃんがさ、こう毎日3本ぐらい買いに来るのよね。マカダミアが入ってるところが当たり。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいやろ。うん。美味しくないって言われへんと。初めて本当にマジうまいやろ。よかっおつまみみたい。めちゃくちゃ美味しい。た。でしょ？こう美味しいね。これもお客さんがなんか旅行に行ったからって言ってお土産でこう今もあるんですけど、今度なんか瓶詰めでスパイスをくれはったんです。くれはった人スペシャルっていう意味で S にしようって言って S にしたんです。でも焼いてる時にふと気づいたら S ってこうじゃないですか。この人は実は学力がないもんで Z やったんですよ。反対。これ実はね最初 Z パンやってんな。S でやろうと思ったら反対の Z やって反対向けたら Z にはなるけどね。そうそうそう。そうなんですよ。むちゃくちゃや。ネギとマシをあげて、もうそんでもう騙されていいから食べてあげて。
一番はこのブラウニーが手作りなんですよね、うち。そう、それが美味しい。あとね、よいしょ。よいしょ。ね、こうやってね、どんどんもう大きなくなって。シュークロワッサンとクリームカスタードとこの生クリームをいつも混ぜてるんですけど、まあ、できるだけ絞りたてを提供できる。もう注文入ってからでもいいんですけど、まあ、一応万が一朝一、ね、すぐ来て注文入られてもいいです。ちょっとだけ絞ってください。お客さんびっくりするんだよ。プライスカードとかは全部お母様の。そう書くんでね、今日はなんかうわこんな新しいのあるっていきなり出てくるからさ、朝来たらもういいそれわーって作んなきゃいけなくてさね。
もうこれ榎本サンドいったらあとシュークロ絞って終わりや。それで全部今日の分。このスクランブルエッグは我が家の朝食にいつも出てたスクランブルエッグなんですよ。和風のね。すみません、こちらのサンドの名前が榎本サンドです。これはもともとこのスクランブルエッグだけのパンとウインナーだけのパンがあって、これを組み合わせてほしいというリクエストが榎本さんからあって、そのをクロワッサンに挟んでやってそう作ってほしいっていうご要望に応えたんで榎本サンドでございます。そうまんま駆けつけないと。すいません。よかった買ってもらってたのは最初でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもすいません。お邪魔しました。週1回、実はここじゃなくてちょっと離れたとこなんですよ。歩いてぶらっと寄るって感じじゃなくって、今日は行くぞって感じで、まあその価値がある。今年初めて焼きはったガレット・デ・ロアの全粒粉、バリバリした感じがもうたまらなく美味しい。これが一番美味しい。通称 S 字パンって言って、いろんなナッツが入っててイタリアンなテイストなんですけど、硬い。でもうバッグまで。あ、はい、これはなんか、1周年記念でいただきました。店長はいつも奥でね、忙しそうやからなかなかゆっくりお話できないんですけども、マダムとは、ね、パン買う時にいろいろお話伺ってます。気さくで楽しいマダム。枚方一美味しいパン屋さん頑張ってください。いってらっしゃい。頑張ってな。はーい。持って帰ろう思って。すみません。ありがとうございます。かしこまりました。ありがとうございます。おやつもない。おや今おやつもらっつ、もらったんですか？た。うん。もうおやつもらったよな。はい、お坊ちゃん帰れ。帰らへんの。ワンちゃん。ワンちゃん、ももちゃん。でカレンダーは毎年作ってくれはる。そう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 。犬用のおやつを置かれてるんですか？置いてる。うちね、あの子うちなんでしょ。長男10位なんですよ、うち。今ね、ダイエット中、ダイエットのおやつを置いて用意してます。ももちゃん。
今朝はお散歩で。そうです。お母さんのところのパンをいつも頂戴してます。やらせすぎますやん。ではありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。この親子の掛け合いと美味しいパンとお母ちゃんの接客グッと、あともものおやつとねこっちからクロワッサンにパンとか。はい。知らん。あ、知らなかったですか。明日ですね。明日じゃあ4日で。今日明日と明日もだ。週に来るのは3日か4日、食べてんのはほとんど毎日。ああ、そうなんですね。僕はおすすめは今日も買ったけど、くるみのあんパンと榎本さんっていうのが大好きです。新しいのが今日はできましたって言ったら勧めてもらうので、もうすぐそれ新しいのを食べさせてもらってます。めっちゃ広いな。めっちゃ広い。申し訳ない。ああ、なるほど。これ行ってみました。ありがとう。820円です。これも美味しいんですよ。お嫁さんが大好きで、もうタンブラー入れてきてって言われて、で僕はもう普通にこっちに入れてもう飲みながら帰ります。3週間に1回ぐらいで、そこまで頻度は高くないんですけど、でもそれでももう 1,2 回来た時にはもうお母さんも覚えてもらってて、でコーヒーも美味しくて、でパンも美味しくて、だからそれで結構会話してもらってます今。嫁さんがこの S パンっていうの大好きで、もうこの中に食べたのにもうナッツとか入っててめちゃくちゃ美味しいんです。でもあとはもう食パンです。もうこれも食パンももっちりしてて、これも子供が好きなんで大好きで、これ美味しい美味しいってくれるんで、だからもう来たらもう必ず買ってます。これ結構頻繁に来られる。そうですね、ここ通るたびには買って、川向こうの高槻からもやっぱり買いに来て、僕も実は川向こうの高槻なんですけど、わざわざ買いに来てます。シュークロワッサンにドハマりしてますもうハード系も惣菜系も全部が美味しい。もうちょっと一工夫されてるところがこの店主のやっぱ凄さですね。大切にしてることリュミエールで元気っすかね元気っすよね。なんかもうその感じで伝わるじゃないですか、お客さんにね、もろに、まあ、雰囲気、店の雰囲気に出てきますよね。活気というか元気に作ってんのとなんか気分なんか病んだまんまパン作るんでは出来上がるパン違ったような気もしますしね。元気ですそれしかないです。はい。あんま天気良かったです。なんか生地へのこだわりみたいなものってあったりしますか？クロワッサンが僕好みのクロワッサンなんで、まあ、そういう感じになるようには一応ブレンドは自分で粉も 2,3 種類混ぜて作ったり。オープン当初のフランスパンはもっと吸水が多かったというか、もっとなんか水っぽい感じの生地やったんですけど、今あれも
計量ミスってなんか水の量が少なかったタイミングがあったんですよね。こっちの方が上がりいいんじゃないんかなってなって今のフランスパンの生地ができてるんですよね。あながち出版も悪くはないですね、そう考えるとね。なんなら一番最初オープンしたての時はこんなにハード系のパンを作る予定はなかったんですよ、そもそも。でもなんかお客さんの声とか、まあ、その枚方特有なんですけど枚方通信っていうのがあって、そこでなんかハード系のパンを作ってるお店が少ないんで、なんか次ここになんかパン屋さんができるみたいなんで、できたらハード系のパンを作ってるお店やったら嬉しいなみたいな感じのことを書いてる人がやって、それならそれでみたいな感じで聞いた感じ。お客さんと共にちょっと成長してきたようなそれはありますよね。もう湿度高いじゃないですか日本って。だからこうすぐしなってなってしまうところもやっぱ作る時に気にしましたね。うちも結構焼き色濃いっちゃ濃いんですよ。多分クロワッサンのは別に焦げてるわけじゃないんですけど、ほんまギリその一歩手前ぐらいが多分ちょうど美味しいし、まあその湿度にも耐えれる感じなんかなみたいな。おはよう。いらっしゃい。はい、サンキュー。サンキューです。ではシナモンロール。はい、いってらっしゃい。はい、ありがとう。はい、いってらっしゃい。ありがとうございます。みんな行けた？病院。大丈夫？はい。気をつけてな。いける？頑張ってね。いってらっしゃい。待ってね。ありがとう。1週間、3回行きます。シナモンロールとバゲットをいつも買ってよく食べます。早く食べます。めっちゃ美味しい。関西外大の留学生です。歩いて食べます。授業の前で。はい。あの子2期目なんでね、4ヶ月ごとで留学生で変わるんですよ。だけど前の4ヶ月もいて、今回もいるって感じ。そう、だからよく来てくれてるんです。そうなんですよ。これわかる？ルミエールのマーク。これ全体が、これなの、このマーク。そう、ルミエールのマーク。そう。これも、ウィリアムっていう留学生が手紙最後書いて送ってくれて。子供さんからのお手紙とか、お客様からのお手紙とかはもう箱いっぱいあるんでもう飾りきれないんで毎年こう変えてます、でもこれがすごくて、前の保育園にいてる子でオープンの時からうちにずっと通ってくれてて、で前の保育園から顔を出して「おばちゃんおばちゃん」って「パン屋のおばちゃん」とか言っててフェンスにこうやって何人もが言ってくれてて、でその子がねこうやって書いてきてくれて、今はもう4年生ですけどたまにね会いに来てはくれるんですけどね、ほんまに老若男女もうフルで来てくれはりますね。でまあ外大なんで、まあ、今いはるお客さんもそうですけど、もう外国人も山ほどいますね。チーズかけて。すいません、ありがとう。いつもすいません、ありがとうございます。月に2、3回ぐらい必ず買うパンはトマトの入ったフーガス。あ、そうです。フーガとあとマンヌルパン。そんな中にクリームチーズと、はい、ガーリックが入ったパンで。でも大体なんか遅く来ると結構もう売り切れちゃってたりとかするので、極力早めに来るようにはしてます。
だだ甘いアップルパイ、アップルがあんま好きじゃないんですよ。これはアップルパイ、リンゴとリンゴとレーズンとまあシナモン、砂糖、またあまりやな。大阪なんで、おるんですよ、一人ね。うちも。だからもう病院は、あ、同じくなんですよ、ここ。3兄弟で。今日はやってなかったんですけど、まあ普段はチュロスとかあんなもやってますし、リンクドーナツとかあんなもやってますよ。何かがなんか理由があったりするんですか、お子様に向けたみたいな。やっぱ一緒に来るじゃないですか、お父さんお母さんとね。まあその時になんかそんな、まあ一応ね、そんなお金出してね買ってくれはるのは大人かもしれないんですけど、なんか子供が来てわーテンション上がるようなパンも作ってあげたいじゃないですか。言うても一応元保育士なんでね、その辺はね。いけます。いけます。はい。ここら辺には住んでないんですけど、大学が近くで。いやもう毎回違うパン買ってるんで、全部試してみてます。少しずつちょっと。はい。個人的にあんこが好きなので、なんかあんパンの種類を増やしてくれたらいっぱい買います。なんでここまでそのお客様にそのコミュニケーションとかなんか結構深いところまで入れるのはですよ。なんでなんですか。厚かましいな。厚かましいよな。いや、なんでもないですよね、別に。ね、人と人ですもんね。でも結構こういうまあ接客とかお話ししたりするのもお好きなんですか。ああ、でも家だったらもう本当に黙ってますよ。誰も喋らずに。黙々と。一番下がね、ちょっと具合が悪い子が、いつも調子の悪い病気の子がおったもんでね。その時にほら、いろいろね、人様にうちも優しくしてもらったんでね。できることがあればね、なんかできたらなと思うんで、いろいろお話はしたりとかしてるのかな。わかんないですけど。男3兄弟です。兄弟仲いいですよ。それこそこの間も弟の誕生日になったらみんなで家に集まって誕生日パーティーみたいな感じのことはしてます。毎週土曜日は弟も手伝いに来てます。弟さんの店長のくるみとあんこのフランスパン、あ、そうです。あれは弟が考えたパンです。めちゃくちゃ苦労しましたよ。なんせすごい貧しい時期がありましたねうちはね。で、まあ、そういう家族が貧しかったタイミングでも、まあ、家族同士がこう支え合って、まあ、やってきたから、多分そのうちは特に家族の結束力っていうのが多分強いです。お父様は離婚しました。で、僕が高校ぐらいの時からはもうずっと勉強しましたね。で、まあ、結局それが原因で貧しくなっていってますよね。母一人でそうですよ。男3人を。そうですよえげつないですよね。
さり食べたくて。本当にありがとうございます。単純に手作りのが美味しいっすよね手作りした方が美味しくなるものなんやったらね、まあ手間かもしれないですけどね、僕は手作りやった方がいいんじゃないかなとは思いますけど、なんかうちのお店の天然酵母なんかもろそうですよ。作ってほしいっていうリクエストからできた天然酵母の食パンなんで、だから蜂蜜も使ってなければバターも乳も何も使ってないんですよね。小麦粉、砂糖、塩、酵母だけで作ってる食パンがあれ天然酵母なんですよ。姪っ子とかも小さい時はあれ食べて育ってますけど。シュークロワッサンで、テレビで紹介してもらったんで、シュークロワッサンで酔いどんフェスには出させてもらったんですけど、もうほんまに1日500個作っても持って行って一番最初に完売してましたね。ほんまに僕らのブースが一番最初に売り切れてましたね。言うてました。本当。大丈夫かって言うてた。こけてる。僕らも出ました。あ、そうなの。親からここのパンがね、食パンが食べこでかな。はい、じゃあいただきます。はい、失礼します。あとシュークロワッサンも一つ。はい、かしこまりました。シュークロ一つ。すぐ入れるんでね、ちょっと待ってね。はーい。じゃあ榎本さんとピロシキとカレーパンとクロワッサンとこうしてはい、ありがとう。じゃあすいません。ありがとうございます。はい、すいません。ありがとう。ありがとうございます。またね。
で男の子なんであんまり愚痴言わないですよね。すごい厳しいところで使用してたんですけど言わないですよね全然。自分の息子が作ってるものをこうやってトレーに乗せて買ってお金をここで払ってくださるでしょ。涙出ましたよね本当に。最初もうボロボロ泣いきましたもん。今後、はい、このお店、はい、どうしていきたいっていうのが、まあ、現状維持できればって感じですかね。向上心がないわけじゃないですけどね向上心はありますけど、一応ね去年よりかは頑張ろうというふうに毎年思ってはいますけど、現状維持できれたらなと、はい、思ってます。ありがとうございます。頑張ります。佐藤さん、雨やから向こうからやってくるかなと思って、こっちからやってくるかな。クープ入れ方ですか？あれがしてからしてからいきます。コーヒーがいい。ホットとアイスどっちがいい？アイスで、アイス水出しなんですよ、全部。めっちゃ飲みやすい。僕コーヒー飲めなかったんですけど、この人の豆で飲めるようになったっていう。レモンですか？そうなんです。これ国産の有機のレモンをちょっと絞ることで牛乳のこのなんていうか乳臭さというかそれが取れるんです。でも完全に溶けてしまうとこのビスケットのこのサクサク感とか出ないんで、冷たいのをちょっと細かく砕いたぐらい、にしてやってます。粉物とかバターとか調合されたものをもう朝は混ぜ合わせて焼くだけという形にしてます。もうストック命です朝からやっぱり測ってると時間がかかるので。このエッジが立つのがすごいかっこいいんですよ。ここがこう。すみません。この大きさがこれになったってことですか？そうですそうです。これはライ麦になります。サンドイッチとか全部このライ麦のサワードでやってます。私はマーケットの M って入れるようにしてます。よいしょ。
これオリーブオイルです。これシチリアの手摘みしてるオーガニックのオリーブオイルで、かつ低温圧搾って言ってこうすごい時間かけて圧搾している、それがめちゃめちゃ合うんですよ。こんな感じで皆さん食べるとまあまあいっぱいかけた方がいいしね。でパルドの塩をかけたらあとは食べるだけです。召し上がってください。マヨネーズ作ってるんですか？マヨネーズも一からですか？はい。平飼いの卵を使って、僕ら八百屋やってるんで、八百屋でもずっと扱ってる卵で、その丹波の芦田ポートルさんとって、よいしょ。これね、めっちゃ美味しいんですよ、こうやって入れると。結構特徴のある硫黄のような、よいしょ。で出来上がりです。ブラックペッパーのペーストです。イタリアにの問題もあるね。そうですね。酸味がいいんですけどね。これがポーリーのクリームチーズです。ちょっと前にこのクリームチーズも変えたんですけど、さっぱりしててめっちゃ美味しいんですよね。よいしょ。これも姉妹店の八百屋の無農薬の野菜たちを使っております。これはハモンセラーのやつかな、生ハム。よいしょ。多めに油ついたね。そう、くっつくよね。オリーブオイルをだけかけます。塩コショウですね。これだから野菜全部に名前つけてもいいぐらいみんな農家さん知ってるんですよ。チキンはレストランの方で仕込んで作ってあって、それを焼いてるんです。でお肉の分にはヨーグルトソースを。よいしょ。多分そう覚えたんでしょうね。今日は、すいません。
ナモンロール、塩パン。保育園子供送ってその後に仕事でパソコン作業させてもらったりとか、あとすぐそこに自分の畑があるのでよく通って、はい。これはそこにあるなにあもちさんという和菓子屋さんのあんこなんですけど、めちゃめちゃ美味しいです。100年以上めちゃくちゃ新鮮ですね。ピンク岩塩もうちょっとだけ甘じょっぱくします。藤野さんは関係ない。そういうの。おはようございます。おはようございます。気をつけて。ありがとうございます。男前。同業者でハンバーガー屋さんやってるんですけど、友達でその方のバンズが美味しくて、これどこで仕入れてるのって聞いて加藤さん紹介していただいて、いつもめちゃくちゃ美味しいサワードありがとうございます。これからもよろしくお願いします。近くのジャンゴっていう世界一かっこいいお店のオーナーです。後で持っていきます。はい、わかりました。はい、よかったです。ありがとうございます。この雨の中。ビルをどうもろい。330。今日もスターターを今からリフレッシュをします。あ、これ？
クリームチーズとサーモンのサンドイッチ。後で待ち合わせする友達来るんですけど、その友達が紹介してくれて、オーツミルクホットでお願いします。ソースですね。はい。朝から空いててお昼も食べれてすごく居心地がいいので、子連れでも来やすいし。そうですね。こちらのアイスは系列店にグローサリーっていう僕らが八百屋をやってて、そのこだわりの有機とか自然栽培の野菜とか果物を仕入れてるんですけど、それを使ったアイスを作ってます。すみません、ありがとうございます。きびバンズ。加藤のお友達というかお仕事でお世話になっている方とかお礼というかプレゼントとしてサワードをお送りしてます。メッセージまで。はいザ・マーケットでは今オンラインショップも運営していて、加工品とか自分たちで作ったオリジナルのカレーとかカオソイとかも販売してるんですけど、その中でもサワードが結構一番人気商品になってますので、もしよかったらぜひはいでしたね。でしたね。お疲れ様です。オンラインのまた。はい、わかりました。はい、また電話だけお願いいたします。基本的に農薬不使用が化学肥料は使っていないお野菜を取り扱っていて、直接オーナーや、私たちが知り合った農家さん、顔のつながりがある方から仕入れるように、この辺りとか無農薬の野菜と、こだわりの調味料を使ってたくさん取れすぎた時期のお野菜をもったいないので加工して一年中楽しめる何かにしようっていう商品なんですけれども、ニンニクとか玉ねぎとか納品してくださってる農家さんの動かしてもらってます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。請求書また。ありがとうございます。ご近所のことで有機ジャストっていう畑で作ってる小麦で毎月こうやって届けてくれるんですよ。でこれをこのプレーンというパンに使ってます。小橋さんのところの梅酒法はハード系のパンに合うかなって気がします。もちっとはしてるんですけど風味も香りも高いし、やっぱり引き立てなんでそれもある。ザ・マーケットの、ミッションというか美味しいものを食べて生産者さんを応援できて
なんかその人が作ってるっていうことの方がなんか味とか糖度とかそういうことよりもなんか美味しいって感じるんじゃないかなと思って、それを美味しい革命っていう。このバーベキューの方で手作りしているベーコンとクリームチーズとシュレッドチーズを入れてます。バンズはどうですか？あ、可愛らしいやん。しんちゃん君、こんにちは。今野菜が咲きました。こんな感じで。こっちのトウモロコシまでかな。あ、ナスか。ナスも今日来てますね。説明をお願いします。説明。郵送会社通していないので、畑からそのまま今朝取れたやつが取りになんかマルシェを金曜日に奈良でやってるんで、そこに僕が行くっていう感じです。傷んだりしてるトマト、こうなったらもう全然火持たないんで、農家さんは大体これもう捨てたりするんですけど、こういうのはもうこの傷んでるとこ取って向こうで使ったりもしますし、今そこに置いてるレトルト。これも手作り？バナナなんて無肥料無農薬の自然栽培です。でも中は綺麗に美味しく甘くなる。卵はベーカリーでも使ってます。500ぐらい。530。ご馳走しますんで、ありがとうございます。この野菜がうちの八百屋さんの野菜で、今から出てくる野菜を食べたら分かると思うんですけど、野菜のインパクトが強いんですぐらい、人参とかもめっちゃ美味しいんで、ぜひ食べてみてください。飲み物はビールを選んでいただいていいですね。はい、全然僕らも飲みますから。あ、本当ですか？はい、昼から飲みます。なんかお昼から大人が飲める、飲んでる姿がある街って良くないですか？いいですね。ポークジンジャーとスペアリブです。
れはいちごシェイクです。サーモンが美味しい。なんかお野菜も美味しいんですよね。味が濃いというか、産地直送の野菜を売ってるんですけど、そこも買ってるね。パン屋だけじゃないっていうところがいいかも。よかったら皆さんで飲んでください。こちらアイスコーヒーで、こちらアイスオレで、牛乳ではなくオーツミルクが入ってます。ありがとうございます。あ、おはようございます。これ美味しいです。めっちゃでかいし。どれが何がやだけどどっちがいい？ちょっともらおうよ。でかいでしょ。すごい大きいですね。これらはどちらで取られた？富田林です。おお。はい。無農薬でやってるんで。はい。はい。この月に1回の朝市だけでなくって毎週土曜日ザマーケットに出店しに来てくれてて、はい、グロッサリーって八百屋にお野菜も卸してもらってるんですけど、毎週土曜日農家さん本人も来てくれて、お客さんが生産者さんから直接買えるっていうこと。チークは朝どれで、あ、ちょうどいいかもしれません。はい。こちら何を購入されたんですか？かぼちゃとナスと玉ねぎとゴーヤとイチジク。これは今おまけでもらったバジルですね。こちらは何度か？はい、来たことあります。はい、お世話になってます。コーランスミヨイです。マーケットさんのおかげでスミヨイと思います。ありがとうございます。綺麗にまた、ね、香りが結構もうすごいこもしてる。ね、はい。これでよろしいですか？はい。あ、2つ。ありがとうございます。今日はイチジクとスイカとお野菜買いました。今日朝も来てたんです。朝ごはん食べに。なのでまた昼とかも来るかも。バターってどんな感じですか？バター塗るやつです。お店の商品ではなくて彼女個人の、はい、商品なんです。ブレイズの方で作って販売させてもらってるんです。そうなんです。はい、でシェアスペースでやってるので、普段は違う人が使ったりとかしてる場所なんですけど。これビーツです。飲む血液と言われるほど栄養がいっぱいです。
分でやりたいなとは思ってたんですけど、なんかちょうど加藤さんがやっていいよって言ってくださったので、なんかそこにグロッサリーがあるんで、旬のお野菜とかフルーツとか仕入れることがしやすいんで、今日来てる農家さんとかのものを使ったりとかフルーツ使ったりとかしてますね。はい。ここは一応私が管理をしてるんですけど、みんなで子どもたちとかと一緒に植えて、メカでやってワークショップで農家さんと一緒に植えて、で水やりとかは私がやってるんですけど、ちゃんと洗わないと。こっちはシェアスペースみたいな感じになってるんで、イベントしたりとか、ワークショップでレンタルしてもらったりとか、やっぱりザ・マーケットでこうつながったお客さんが何かされてたりとか、あと農家さんももっと知ってもらうためには、やっぱりお店でこう商品というか食事を提供してるだけだと伝わらないところがあるので、お客さんがやりたいことをここで実践してもらったりとか、っていう風にしてなんかこう広がっていきました。お米は農家さんの扱ってるんで、もうすぐ新米も出てくるんで、これは去年の米。チキンやらんで4キロじゃない？2個早くなってるでしょ。出たわ。さつまいもとじゃがいもをダッチオーブンっていう鉄鍋で蒸し焼きみたいな感じで、こっちは米。炊飯器は保温するだけで、炊くのはこっちでさっきの。こちらのお野菜は季節によって変わったりするんですか？そうですね。今前に出てる多分農家さんの野菜がメインになってくるんで。熱い。
から肉を仕込むんで切れ味を一発出しとかないと。全然ごめんけど笑顔映ってへん。あげるのはあげる、焼きでいいよ、焼きで。醤油と砂糖とニンニクと蜂蜜合わせた甘辛いタレ。これほんまは豚肉にいつもつけて焼いてるタレなんですけど。レモンチキン、レモンでマリネしたチキン。これもらっていきます。はい、4つですね。これ今ね、ナススクエル。今ここでは何の準備をされてるんですか？今はちょっと野菜すくいって言ってどうやったらお客さん来てもらえるかなとか楽しんでもらえるかなと思った時にちょっと涼しい演出みたいな感じで縁日みたいな感じで楽しんでもらえたらなって感じで野菜すくいやってます。そうですね。お、いくぞ。イエーイ。そーっとやってゆっくりこうやってあげて。見せてもらってもいい？いっぱい取れた？何が好きなお野菜ある？トマトとブルーベリー。トマトとブルーベリー？どうですか？おいしい。そうですね。はい。はい、ちょうどね食べ頃だと思います。はい。はい。どうもどうも。はい、ありがとうございます。どうも。今日はスイカとトリッキーとオクラとね。あとパン。あとパンですかね。パン。ピーマンもらって。あ、そう。いいね。レモングラス、ニンニク生姜、やっぱ味が違うからここ買いに来てますよね。あと無農薬であったり発酵食品とかに興味があって、それでここに来られてるのを知って買い始めたのが初めです。やっぱそれで全然違います。そうですね。お野菜はね、甘みも違う。やっぱり濃い。何を置いても濃いし、まずそれに安心安全なんで作ってはる方の顔が見れるし、インスタなんかでもね作っておられるのを見せていただいてるんで、なのでこういうのが来てくれるのはとても嬉しいです。消費者様と直接つながれる機会とかって普段はあるんですか？普段はないですね。反応が聞けるんですよね。野菜この前あれ食べて美味しかったよとか、あんな風に料理したよみたいな話になったら、こっちもこう作りがいがあるというか、で貴重な交流の場です。顔が見える場所ですね。今の季節のこだわりとか、一押し野菜。あとまた来年の4月
終わりからなんですけど、いいように少しでも人が楽できるように。ありがとうございます。以上になります。はい、ありがとうございます。何の撮影されてたんですか？今は朝市をちょっと広めたくて、今いいものが揃ってる無農薬とか有機栽培とか野菜とか、こだわって作られてるものが多い中で価値があるのにその価値に気づいてもらえてない、もっと知ってもらえていいのになっていう思いがあるんで、そのためにインスタグラムのリールとかでちょっと再生数とか回してみんなに広めていきたいなっていう感じで撮影してました。朝4時から起きてやってるの？ああ、もう大変ね。朝トレでやるでしょ。土日だけ趣味で無農薬で作ってるんですよ。使いたい時にちょっとずつこう使っていくっていう。これはイタリアンパセリです。全部ハーブ、いろいろミントとかローズマリー、オレガノ、セージ、あと山椒とかも。山椒ね、山椒の葉っぱ、これ全部もう自分たちの。そうですね、野菜は八百屋で買うし、こういうハーブはここにあるし、なるべく自分たちのもので使えたら。これはヨーグルトのソースを作ってます。ランチの時にお肉とかソーセージとかにかけるソースです。ぐらいな、いけたら嬉しいよな。美味しそうでしょ。お肉ね。めっちゃ美味しい。野菜がね、そのままの味。で、また旬の野菜でしょ、結構。夜はね、来たことないんですけど、もう昼間はすごい大ファンです。
はい、ありがとうございます。お待たせしました。チャーシューの方。はい。チキンです。はい、どうぞ。レモンチキンありがとうございます。こっちでいいですか？はい。こっちで。ここにします。はい。ありがとう。パンってどんなパン？パンは向こうで焼いてるサワードーというハードメイド。これは鶏だしです。鶏だし。鶏だし。鶏仕込んだ時に出る端材みたいなのがあるんですよ。それを使って、あと野菜のくずとかを入れて、だしを。これでスープ作ったりとか、カレーのだしの素にしたりとかしてます。お待たせしました。牛すじカレーですね。はい、こちらサラダになります。お待たせしました。チャーシューです。はい。はい、レモンチキンですね。お待たせしました。美味しいですか？予想してたようにめっちゃ美味しいです。本当ですか？すごいずっと気になってて、で野菜も売ってるからどうかなって思いながら見てたんですけど、今日は初めて食べました。あー、お疲れです。お疲れ。気をつけて。あー、ほうじゃー。いちごシェイク、ブルーベリーシェイク、しそソーダ。しそソーダっていうので、しそソーダを作りましょう。鮮やかですね。夏みかん。すごい、本当にお仕事。はい、飲めます。お昼から
大人が飲める街を作りたいっていうコンセプトなんで、飲むのも仕事って、はい、聞いてます。ダメって言われるからなとか言いながら喜んでるんですか？いただきます。職務規定なんですよ。みんな飲んでるでしょ。はい、職務規定で昼はビールって食事とともにお酒をたしなみましょうっていうふうにしてる。そういう街がいいでしょと。そういう街を作りたかったら自分で実践しないといけない。もともとされて。そうです。都市計画をもう25年ぐらい。やっぱり農村とつながったりとか農家さんとつながったりすることで、食べるものと作り手とか作っている大地みたいな都市に暮らしながらも感じられるようになることが実は幸せなんじゃないかと。でそれは実は美味しさに関わってくる。でそうなったらじゃあ美味しいって何なんだろうっていうのはやっぱり誰とつながってるのか、誰が作ったものなのか、どの大地で作られたものなのかみたいなめちゃめちゃ美味しさに影響してくる。でそれが享受できるのは都市でしかない。都市っていろんな人がいろんなものをやっぱり持ってこれるし、食べることができるから、それがやっぱり都市の暮らしの優位性だし、食卓から日本とか社会を変えていける、そういうことをやろうっていうので3つ目のミッションを今美味しい革命っていうのをやってます。じゃあもともと特にパン作りもパンも習ったことないです。モントリオールでカフェに入った時に食べたパンに感動したんですよ。でサワードーだで、これはいいなと思って独自で YouTube とインスタを見て完成させてます。出会いはね、僕はもともと池田で飲食店をやってて、で加藤さんが主催するマルシェに出るようになって、ちょうどほんまタイミングが良くて、ここでイベントやろうって話になって、いいお店なのは分かってたから、じゃあこの物件借りて月1回イベントやろうっていう話から始めた。でその2年後にここをオープンするんだけど、その間にここに出店するって決めて、僕からラブコールをやっと受け入れてくれてここで出店になった。近所のスーパーに行く感覚で農家さんから直接野菜が買えるっていう環境を定着するためにやっぱもっとお客さんが来てくれないと、もう売り切れたのっていうぐらいになってほしいね。だってめちゃめちゃ美味しい野菜なわけ。ほんならそんな手に入らない朝どれなわけ。朝どれっておっしゃってました。そうでしょ。そういう暮らしをみんなしたいんだろうなって気づくんだろうなって、そのうちその中でやり続ける。それまでやり続けるしかない。あの手この手で。レモンチキンと牛すじカレーです。
もうなんか熱々でやっぱ挟めないんで、最初にもうやっといて、冷めた状態で挟めるようにしてます。一晩かけてゆっくり発酵させてたやつです。こっちはぶどう食パンです。こっちはいろいろちょっとサンド用のパンだったりとか。桑田さんがそうですね、7時に、はい、今日もなんですけど、それまで、ね、一人で黙々とやってるから、おはようございますまで誰とも喋らないですね。全然仕事と関係ない考え事したりとかできますね、この時間で。お昼何食べる？あ、食べられます？いいんですか？あ、どうぞどうぞ。どうぞ。ありがとうございます。いただきます。
これ桃クリームですね。さっき言ってたデニッシュの中に入っている桃クリームです。こちらがカレーですね。これは製あん所のあんで美味しいやつです。粉とか仕入れてる業者さんが紹介してくれて、でいろいろ試したんですけど、これが一番美味しいなとして粒あんパンなんですけど、当たりだけに栗入ってるんですよ。当たりです。こうたっぷり入れる。そうですね。一口目から食べたい派なんです、具を。なかなか具までたどり着かないやつないです。あれがあんま好きじゃなくて。何を頼まれたんですか？クリームパンです。ミニクリームパン。はい。でもお客様の中からご注文があったら、はい、それに合わせて。あ、そうですね。なんかできることはなるべくやりたいなと思ってて、可能な限りお答えするようにはしてるんですけど。ちっちゃくて指がつりそうになる。ちっちゃい可愛いですね。ちっちゃいですね。こっちは普通のクリームパンですね、うちの。こんなん入ってるんですか？そうなんですよ。クリームたっぷりすぎますね。たっぷりなんですよ。笑っちゃいます。びっくりしました。マジですか？はい。ミニと比べたら全然ちゃうでしょ。全然違いますね。全然違います。焼き上がりが。
は、BLT サンドですね。これって浮き上がってくるんですか？そうですね、焼いたら、そんな目立たないですけど、読めるようにはなります。見ます？本当だ。あるんで、木曜の段階でちょっとくるんちゃうみたいな感じだったから、4種類のとろけるチーズが入ってて、今めっちゃ美味しいですけど、冷めてもチンしたら結構トロトロまたなるんで美味しいです。チーズ好きにはたまんない感じです。枝豆、コーン、ピーナッツ、大葉、エビ、かけ1でお大物です。お願いします。お願いします。今のは何の？今日の予約の確認情報共有というか、焼いたやつをこう店出しちゃうと。こちらも白バラ牛乳さんで、そうなんです。揃えられて、うち食パン仕込みはこの牛乳でやってたりとか。へえ、そうなんですね。はい。そちらは何なんですか？これは桃のデニッシュに乗るミントですね。桃のデニッシュに乗せるミント。はい、ハーブです。私も下手で何回か辛くてるんで。ああ、そうなん今は結構いい感じに育ってます。へえ。ミントですね。出ましたね。開けると全然違う。そうなんです。なんかイメージがねまた変わりますよね。
いらっしゃいませ。おはようございます。よくこちらには通われてるんですか？はい、もうお世話になってます。で、うちイベントさせてもらってて、ここ借りたりとか。で、去年仮装大会の、はい、1位決めてくださって。そうそう、私もお飛び入りでさせてもらって。急に。お待たせしました。いつもありがとうございます。気をつけて。もともと家が近くって、でも散歩してる時にここを見つけて、イートインもあるし、美味しい。全員家族好きなので、朝ちょっと余裕ある日は土日来たりとかしてます。ちなみに好きなパンなんですか？焼きそばパン。焼きそばパン。いいですね。私は今日も買ったんですけど、チョコレートの入ったクロワッサン。イベントというか、そういったのはもう毎年恒例的にやられてるんですか？そうですね。はい、去年からここをお借りしてて、でハロウィン特製のお化けのパンとか、かぼちゃのパンとかも作ってくださってて。じゃあもう地域のイベントみたいな形で。そうですね。はいはい。こんな感じですね、サイズ感で。全然違う。手で作る。卵フィリングですね。今クリームパン焼きたてです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、一番お願いします。
使えない袋ございますか？これで、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お待ちしてます。ありがとうございます。今のお客様はまあご近所さんでめちゃくちゃ仲良くしてもらってる人で、一緒に卓球やったりね、いつも。はい卓球仲間です。あ、後藤さんが？あ、そうです。私夕方今の方ご夫婦と卓球で汗流して、チャンスボールこれに流されたら香りますね。そうなんですよ。いい香りですよね。チーズもゴロゴロですね。チーズも多いんです。なんか全部具ちょっと多いって言われ、スタッフに文句言われたことある。すぐお腹いっぱいになるからいろいろ食べられへんって言って。切ってやろ。切ってない。すぐ切れます。はい。はい。ありがとうございます。あ、また見てもらいます。すいません、お待たせしました。はい、どうも。はい、いつもありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。焼きそばパンまもなく出来上がります。いらっしゃいませ。おはようございます。ありがとうございました。うん。うんうん。いらっしゃいませ。おはようございます。おはようございます。お願いします。いらっしゃいませ。はい。でも泊まりに来る。これや。あ、こっちに。
もうよく通われてるんですか？そうなんです。めちゃくちゃよく来てくださるんです。お母さんのおすすめのパンは？おすすめパン、最近ちょっとハマってるのが、あんドーナツ。あ、ほらね。あんドーナツのパン、美味しいんです。山形食パンはずっと食べてくれてます。ずっと。はい。最近ね、朝も夜もパン食になったんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。こちらのお店はよくもう来るんですか？たまに。いつもじゃあゆっくりしてこうやってドリンク。何のパン食べてるか見せてもらってもいいですか？まだ6ヶ月、もう7ヶ月になるんですが。やっぱワンちゃん連れてやっぱ来れるお店ってすごいありがたいですありがね。たいです、とっても。一緒にワンちゃんのおやつもあるので、一緒に。はい。そうですよね。家族でご飯食べれるって感じですよね。はい。お待たせいたしました。取られた。こんだけ広いので、やっぱこの大型犬を連れて歩くっていう気兼ねなく行けるのもまた一つ魅力かな。これはそんなに変わりしか教えない。レモンの冷やすパンです。そういや、こんなんそうリボンで一つで終わりよね。あ、これね、そうなんですよ。アメリカのアンティーク。なんかステンドガラスもありますし。あ、そうそう、あれもね、そうなんです。あれもアメリカの結構古いステンドグラスで、それ雑貨屋さんで買ったんですけど、その雑貨屋さんがなんか店舗設計もしてるって言って、いらっしゃいませ、おはようございます。で、結局そこで設計もしてもらって、それでこういうのもいっぱい取り付けてもらって、その雑貨屋さんで売ってるやつを。あ、じゃあレジのタイルとかですか？あ、そうそうそう、タイルも棚は持ってたんですけど、タイルをアンティークのタイルで買ってもらって、トレーとトングを置いてるやつとかもうちの工場にあった道具入れを加工してもらって、あれにしてもらったりとか。加工してもらったんですね。あ、そうなんです。もともと結構油だらけの工具入れやったんですけど、綺麗にして上にこのトングかけるとこを取り付けて、味があるんです入れてくれたからそのままで使ってます。こんにちは。いらっしゃいませ。あ、ありがとう。こんにちは。いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。お願いします。ミニクリームパン。そうちょっとちっちゃいの作ってもらってて。今日このミニクリームパンはなんか特注みたいなんですけど。これちょっと今日保育園のママの集まりがあってでそこに差し入れにお騒がせしました。ありがとうございます。気をつけて。おすすめはもうクリームパンですかね。やっぱりクリームパンなんですか。多分大阪で一番クリーム入ってます。爆発パン。爆発。クリーム多すぎて爆発しちゃうの？
そういうことか。そういうことこちらで働かれてるんですか？アルバイトさせてもらってて。なんかいつもまあ一緒に働かれて、どういう方？常連さんをすごいびっくりするぐらい全員覚えてて、なのでもうこう町のパン屋さんって感じですかね。なんかあれお願いわかりましたで伝わるみたいなそんなやり取りがよくあるんで、そんな印象ですかね。後でよか。後で来る10時。ほんまですか？私が多分教えました。じゃあこんなとこあるんや。そうなんでお気をつけください。ありがとうございました。クロワッサンが今一番ここの気に入ってるんで。クロワッサンがお気に入りそうですね。後藤さんもめちゃくちゃいい人ですよね。そうなんですよ。じゃあ娘さんも安心して働けるというか。駅から平野駅から家帰る時にちょっと開いててシャッターがで看板出てて何やろうみたいなって思ったらパン屋さんって聞いてで空いてる日にたまたま行ったらでもめっちゃパン美味しいみたいな。これチョコですね。色のついたチョコ。これにしようかな。いけました。あんまり書いたらこの文字が埋もれたら文字がね読んでほしいんで。めちゃくちゃ嬉しいです。いいですね。可愛くて華やか。今日はありがとうございます。いらっしゃいませ。32万人。あ、そう今日取材来てくださってる方。おめでとうございます。ありがとうございます。登録32万人おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、よかったです。めちゃくちゃ華々しくやっていただいて、可愛いですよね。いろんな色めちゃくちゃ可愛いです。もうご注文してた以上の。本当ですか？はい。いや、それは良かったです。いつもありがとうございます。あ、じゃあ行ってきます。いってらっしゃい。どちらまで？ちょっとお店の買い出しにちょっと行ってきます。買い出しに。すぐ近く。はい。お願いします。はい。気をつけて。いかがですか、その開店から今まで見てきてというか、なんか変わったこととか。それはやっぱりね、すごい売れっ子パン屋さんになった。やっぱり徐々に、はい、美味しいのがこう広まって、はい、ワンちゃんが来れるようになったのももう最初からではないので、本当にもうだんだんこう少しずつ変わっていったっていう感じですかね。後藤さんの、お人柄って高校生の時に思ってたのとは違った印象ですね。おとなしいっていうか静かな方なのかなと思ってたらすごく面白いし、は
接客もすごく素敵な接客ですし、素敵な方ですね。オープニングからでもそうですね、高校のオープニング同級生というまさかこの同じクラスにはいたけどこの人と一緒に働くなんて当時はもう1ミリも思ってないお互いにすごいですね、なんか巡り合わせってあるなと思います。はい、ありがとうございます。すっごい助けられてます本当に、彼女がいたから今があるみたいなこのお店があるみたいな本当に助けられてます。でもまあ彼女だけじゃなくてね、本当たくさんの人に助けてもらってって感じですね。12月で9周年になります。今が9年目ですね。だから長いですね。まあ長いような短いようなですね。まあまだまだね、これから細く長く続けていけたらなと思ってるんで、どうですか、この今開店してから変わったこととかはあるんですか？でもずっと来てくださってる方もあるけど、やっぱお客様も入れ替わるというかね、本当に幼稚園やった子が中学生になってちょっと思春期になって前みたいに喋ってくれへんようになったりとか、そんなのもあるし、でさらにまた成長して喋ってくれたりとかね、なんか本当楽しいです。いろいろ、やっぱお客さんあってこそなんでやっぱり楽しい毎日ね、本当楽しいですいろんなお客さんがいて、でも本当楽しい。楽しいな。でも今日もおもろかったな。そうこんなお客さんおってなとかってとかもあるし。お昼しません？お腹減りません？いいですか？食べましょう一緒に。私もほら朝とか食べないからお昼めっちゃがっつり食べるんですよ。いつも。いや、お腹空きました。お腹空きましたね。はい。食べましょうか。いただきましょう。どうぞ。やっぱついついずっと朝からパン見てたら、お昼はご飯とか麺食べたくなって私はパンも普通に食べるんですけど、こういうお弁当をいただくこと多いです。ごちそうさまです。あ、いえいえ、ありがとうございます。ごちそうさまでした。このポストなんかはその当時のままですね父がつけたやつがそのまま残ってまして、なんでなんかこういうちょっと大きな電力とかの名残、撤去するのにもお金かかるので、もうそのまま残せるやつは残してまして、クレーンとか、はい、この地面を一応ペンキ塗ってるんですよ。壁の一部と地面塗ったんですけど、このすごいまだらになってるここだけは工場のままの名残を残そうということで、ここは塗ってなくて、当時の作業のペンキの跡がそのまま残っているのがここです。そしてその要所要所に、名残というか、父が廃業したわけじゃなくて、突然亡くなって、ここで現役で仕事してたんですけど、突然亡くなったので、まだ仕事できる年やったし、したかったやろなみたいなのもあって、できる限り残せるものは残そうみたいな感じで残しました。今お店になってる奥まで全部工場だったんですね。その途中に仕切りをつけてもらって、ちっちゃい小屋を建ててパン屋にしたんですけど、一番奥まで鉄工所だった感じです。厨房の工場の名残でいうとどちら？これ父が書いてた字なんですけど、ここ最初なんかで埋めようって言ってたんですけど、いやこれは残そうって言ってくれて、父親がなんか書いてた文字をちょっと残してますね。ここぐらいかな、残ってんの。あそこにもともと囲いがあって、あそこは事務所になってまして、それはそのまま使ってます。はい。
なんか使えるものは使おうって言ってくれて、本当にこんなんとかもすごい今となってはめちゃくちゃありがたいですね。父が使ってたやつをそのままなんで。でもなんかお父さんを感じるというか、なんかふとあの文字が目に入ったりとか、頑張れるじゃないけど見られてる感もありますね。見守っていただいて、そうですね。いやなんかね、お客さんは喜んでるよって言ってくれはるんですけど、なんかこんなに仕上がってって最初は思ってたんですよ。怒ってるかもなみたいな。でもまあまあ今となってはね、そのままもう何にも手つかずで置いとくよりはこうやってね、皆さんこうやって集まってくださるような場所になってよかったかなとは思いますけどね。確かに一つのもうコミュニティになってますからね。そうですね。それを作ったのはまたすごいですね。まあね、まあこんなことを想像しては作ってないけど、結果そうなって本当嬉しいです。はい。場所もちょっとね、一方通行の道で知る人しかこの道前を通らないですね。で宣伝とかもせずに始めたんで、お客さん来てくれるんかなみたいな不安はすごいあって、気づいたらね、もうこの8年超えて本当おかげさまでとしか言いようがない感じですね。はい。今後どういったお店にしたいみたいな、それか後藤さんの今後の人生、どんな人生を送りたいみたいなのあるんですか？いやもう本当に現状可能な限り続けたいっていうだけですね。もうよくは言わないんで、今ぐらいのペースでやっていけたら一番ありがたいですね。細く長くって感じで目標です。はい。はい、できます。ありがとう。天球32万人パン物語。いただきます。いただきます。めっちゃおいしい。